コンわさビーム。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日は日本語の自動詞、他動詞といます、あります、起きますを勉強します。自動詞と他動詞の違いは1のビデオでも勉強しましたね。あれ？忘れたって人はぜひ1もチェックしてくださいね。では、まずこの文を見てください。窓が開いています。窓を開けておきます。この2つの文は何が違いますか？そうですね。助詞が違います。動詞が違います。います、起きます。文法も違います。がは自動詞とセットです。窓が開いています。これは窓の状態にフォーカスしています。がプラス自動詞て形プラスいますの文法です。をは他動詞とセットです。窓を開けておきます。例えば、これから会議ですから、暑いですから、理由があります。だから、用意します。準備します。これから窓を開けます。それをキープします。これが、を、プラス、他動詞て形、プラス、起きます、です。例えば、私です。財布です。あ、財布が落ちています。あ、財布を落としておきます。どちらがいいですか？そうですね。あ、財布が落ちています。がいいです。これは財布の状態です。を他動詞て形、起きますは準備するというニュアンスがあるので、このシチュエーションでは使いません。私です。これから会議です。これから椅子を10脚並べます。私はボスに言います。これから椅子が並んでいます。これから椅子を並べておきます。どちらがいいですか？そうですね。これから椅子を並べておきますがいいです。を他動詞て形、起きますの時、まだ何もしていません。これからです。では、これを見てください。窓が開いています。窓が開けてあります。どちらが他動詞ですか？そうです。開けてです。がはトピックと一緒に使います。自動詞でも他動詞でもトピックの今の状態にフォーカスします。もちろん、この2つの意味は違います。窓が開いていますは今目で見てわかるシンプルな窓の状態です。窓が開けてありますは理由があって誰かが窓を開けました。今より前にこの状態を準備しました。だから窓が開いていますという今の状態です。他動詞て形ありますはがをにすることができます。この時、窓はトピックからオブジェクトになります。私が窓を開けました。準備が終わってセッティングしてあります。この文法は窓の状態ではなく状況、シチュエーションを説明しています。例えば、これはそこに置いてあるケーキの話をするのか、私が買って置いたケーキの話をするのかという違いがあります。ややこしいですね。では、います、起きます、
ありますをまとめてみましょう。窓が開いています。今の状態です。窓を開けておきます。今から未来のアクションです。窓が開けてあります。窓を開けてあります。過去から今、そしてこれからの状態、状況です。ポイントは理由や意思があるかないか、特定のものの状態、状況なのか、人のアクションなのかということです。ちなみに意思とは何かをしようと思う気持ちのことです。例えば、私の部屋にはカレンダーがかけてあります。これはカレンダーの状態です。でも、どうしてカレンダーをかけましたか？便利だと思いました。だからかけようと思いました。私の意思があります。がプラスでありますを使います。カレンダーがあります。もうすぐ寝ます。明日のために準備をしようと思います。カレンダーをめくっておきます。これが意思があるアクションとものの状態です。ちなみに、カレンダーをめくりますと、カレンダーをめくっておきますは違います。カレンダーをめくります。これはファクトです。シンプルなアクションです。そこに理由や意思があるかないかは関係ありません。めくっておきますは違います。準備しようという意思があります。これがファクトと意思があるアクションの違いです。最後に少し復習をしましょう。これはスマホです。でも使えません。どうしてですか？どれを使いますか？スマホが壊れています。スマホがトピックです。スマホの状態を説明します。が自動詞定型いますを使います。でも、スマホを壊していますという文も作ることができるんです。どんな意味ですか？これはラーメンを食べていますと同じ文法です。誰かの今のアクションです。私、彼、彼女は壊しています。スマホを壊しています。主語は人。壊しているは人のアクションです。なので、スマホはオブジェクト、目的語になります。スマホを壊しています。かなり怖い文になりました。まとめ。います、起きます、ありますはとっても似ていますが、全然違う意味の文を作ることができます。何を説明したいのか、何を伝えたいのかをしっかり考えながら文を作ってみましょう。自動詞、他動詞といます、起きます、ありますの違いはわかりましたか？どれも日常会話でよく使います。この違いをわかっていると状況を説明するのがすごく簡単になります。ぜひマスターしてくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーも。バイバイ。